秋友克也。常にこうやって手がね、震えてるんですよ。文章読まして書かしたらとんでもないです。本人は目指したのは微分化。筋肉の書き方の質を根本的に変えた男。この男がそれを持ち込んで布教活動したから。昇竜拳。皆さんこんにちは。日本元気にする YouTuber 岡本茂です。今日もよろしくお願いします。今日は昔話をちょっとしてみようと思います。僕が大阪の C 社時代に採用した人材の話で、今はちょっとね、有名になってる秋友克也っていう人間を昔採用したことがありますっていう。僕はシェイキーって呼んでるんですけど、なんでかって言ったらですね、こうね、常にこうやって手がね、震えてるんですよ。手がシェイクしてるからシェイキーってあだ名をつけたんですけど、関西の有名な大学の英文学科かなんか出てて、もともとね、確かね、デザイナーとして入ってきてるんですよ。どう言えばいいんですかね。変わったやつなんですよ。なんか2年ほど卒業が遅れたって。理由が面白いんですよ。試験の朝起きれなかったんですよね、つって。ちょっと面白いでしょ、すでに。このシェイキー、英文学科出てるんで、英語はかなりいけるんですけど、耳が悪くてですね、ちゃんと英語も聞き取れないらしくて、喋りは変するんですね。でも、文章読まして書かしたらとんでもないです。日本語もとんでもないです。めちゃめちゃうまい。本人が目指したのは微文化って言いました。美しい文を書く家、微文化。めっちゃ綺麗、文章が。で、その後そういう仕事をすることになるんですけど、その怪人シェイキーの話をしていきたいと思います。APEC が大阪城で開かれているとき、シェイキーは毎日遅刻するんですよ。で、シェイキー、なんで遅刻すんねんって言ったら、もうね、本当に職質されるんですって言うんですよ。同じとこわしも歩いとんねんっていう。シェイキーだけ職質されるんかって疑問に思わない。全然思わない。すごいんすよ。日本人じゃないからね、見た目が。太い毛がテンパなんですよ。で、ここがね、張り出してね、ドーンとね。鼻がガッと大きくて、目がガッと大きくて、唇バーッと大きいんですよ。似顔絵がね、どっかに出たと思いますけど、シェイキーこんな顔してます。本人が描いてますからね。本人が描いた顔、俺こんなです。ね、本人が描いてるので、よく描いてます。こんな優しい顔してないですから。で、その、職質される理由は顔じゃないんですよ。顔もですよ。顔もなんですけど、服装、黒い、帽子をかぶってるんですね、こんな。で、茶色い古いカバンを持ってて、で、黒いコート着て、黒いズボン、黒い靴。で、赤いシャツ着て、手にカバンを持って、大股でワッブワッブワッブワッって歩くんですね。これが、角に立ってる警察官からすると、素通りさせるわけにいかんわけですよ。で、ここで止められて。で、次のコーナーでまた止められて。次の角でまた止められるっていう。会社来れないって言って。トルコ人なのか、アラブ人なのか、メキシコ人なのか、みたいな。つまり国籍はわからんんですね。お客さん来られて、普通に話を3人でしてたんですね。じゃあ、席もいいよ、つって。ああ、わかりました。じゃあ、失礼します。って言って帰っていったんです。お客さんが、岡本さん、シェイキーさん、めちゃめちゃ日本語上手ですね。って言われるぐらいの顔なんですよ。日本人です。自称純日本人って言ってました。という、そういう、すごいやばそうなやつです。で、こいつはね、とんでもない才能に溢れてたんですね。どういうことをやったかっていうとね、彼はカプコンの筋肉の描き方の質を根本的に変えた男。今でこそ有名だと思うんですけど、スパイダーマンの敵でベノムっているじゃないですか。黒いやつね。うわーって下がベローって出るやつですよ。あいつのフィギュアを個人的に輸入したんですよ。その時のフィギュアがすんごい出来よくって、これが今アメリカで一番ちゃんと筋肉かけてるフィギュアですよみたいな。筋肉はこういう風になってるんだみたいな。カプコンって絵がうまいとか筋肉上手に描いてるみたいなイメージがあると思うんですけど、それはこの男がそれを持ち込んで布教活動したから。筋肉はこう描くべきだっつって。ムッキムキとバッキバキになっていったんですね。それの影響が強く出てっていうことです。その当時カプコンって、ストリートファイター2のシリーズものをうまく変換しながら売っている時だったと思うんですけど、シェイキーが、サンディエゴのコミックコンベンションに出張で行った時があって、アメリカ人は未だにフランケンシュタインとかヴァンパイアとか狼男とかを大好きなんですよって言うんですよ。なるほどと。ほう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 っつって。
で、そこから彼の話は面白くて、版権料を払うのも嫌だし、版権があると、チェックも厳しくってめんどくさいから、なしで世界的に有名なキャラクターを使いませんか？皆さんお気づきだと思います、今。ヴァンパイアっていうゲームをカプコンが出したんですよ。それのきっかけになる企画を、一キャラクターデザイナーであったシェイキーが勝手に持ち込んできて、こんな企画でやってみませんかと僕のとこ持ち込んで、やろうって言って、アキマンのところに持って行ってデザインさせてだったと思います。今、リメイクされてないのが残念です。カプコンの現職の方でもしこれ見られてるなら、ヴァンパイアもう一回続編を作ってみられたらどうでしょうか。僕は価値はあると思いますよ。で、このシェイキーが頑張ってくれて作ってヒットシリーズができたので、僕的には成功したと思ってるヴァンパイア、これをリリースした後、辻本社長に呼び出されましてですね、これかなり褒められるなと思って僕は社長室行ったんですよ。岡本君、今回のゲームなんで失敗したんや、こんな感じでね言われたわけですよ。24000枚売ったのに失敗みたいな。つまりそれぐらいストリートファイターシリーズを売れてて、それに比べると少なかったんですよね。で、アキマンをデザイナーにしてみたいなんで、他のタイトルからちょっと退かしてここばっかり集中させてみたいなことをやってるんで、もっと期待されてたんだと思いますけど、僕からするとブランニューのタイトルがすると大ヒットで、それがうまくリリースされて、で大きなバグもなくうまく稼働して街でも人気になってますみたいな中で褒められるかと思ったら叱られましたみたいな、それぐらいその当時の C 社はですね、出せば何でもバンバン売れるような時代だったんです。そういう時代の一部を作ってた一人がシェイキー・ヤクトモだったので、皆さんにも知ってもらいたくてちょっと紹介してみましたっていうお話で、今回第1回ということですね。入社した顔怖い編よくわかりませんけど、その辺をやってみました。その他にもいろいろシェイキーのことではお伝えしたいことがあるんで、第2回の時にはカプコンがアメコミに足を踏み込んだわけみたいな話をしてみたいと思うんですけど、皆さんもですね、興味がありましたら続編の方も期待してほしいし、コメントも待ってますし、あとチャンネル登録まだの方ぜひよろしくお願いします。というわけで、今日はシェイキー・ヤクトモの紹介してみましたということで、ここまでになります。バイバイ。